はいどうも、ダーギターチャンネルの山本です。今日は DTM 初心者の方に見ていただきたい動画前編となっておりますので、ぜひ最後まで見てください。では、行ってみましょう。はい、こちらの青い機械がオーディオインターフェースになります。僕が使っているのは RME の Fireface UFX というものです。コンピューターとですね、Firewire もしくは USB で接続することができます。ちなみに RME はオーディオマニアの方や業務用としても高い評価を受けていて、音にほとんど色付けがないんですね。で、まずトラブルが発生することがありません。ドライバーが非常に安定していて、トラブルなく動いてくれるところが特徴です。ただ少し値段の方は張りますので、気合い入れてオーディオインターフェースを買おうかなという方は、ぜひ参考にしてみてください。次にご紹介するのが、僕が入力用に使ってます鍵盤、アートリアのキーラボマーク2 61鍵になります。こちらは DAW のコントローラーも兼ねてますので、パッドやフェーダーがたくさんついています。こちらを今は USB でコンピューターと接続しています。最近のですね、キーボードの方はほとんどがですね、USB 端子がついてて、USB でパソコンとつなぐ場合が多いかと思います。でもしちょっと古いキーボードを使っていて、USB 端子がない場合などは、MIDI 端子というものがおそらくあると思いますので、そちらとオーディオインターフェースの MIDI 端子をつないでコンピューターで使うという風になります。ですので、オーディオインターフェースに MIDI 端子が必要かどうかというところなどもよく検討した上で、買われる方がいいかと思います。たまに USB でしかつながらないキーボードなどで中古などで購入する場合、もうドライバーの提供が終わっている場合があります。そういう時など、そのキーボードを最新のOS で使うことができなくなりますので、その辺は、気をつけてください。MIDI に関しては、おそらく OS がどんな状態になろうともずっと使い続けることができると思います。はい、こちらが今メインで使っている PC になります。サイコムさんのサイレントマスターというシリーズをカスタマイズしました。サイコムさんは埼玉にある PC メーカーで、非常に多くのパーツからメーカーを指定してカスタマイズすることができるので、おすすめの PC メーカーです。PC にね、ちょっと詳しくないとなかなか、BTO パソコンというのは、手が出づらいかと思いますが、もう目的に合わせてこれだっていう仕様が作れれば最強のパソコンになります。はい。Cubase のインストールに関しては、スタインバーグのホームページに、詳しく解説したビデオがありますので、そちらを参考にしながら、正しくインストールするのが無難かと思います。で、デスクトップ上に出来上がったアイコンをダブルクリックして立ち上げると、こういう画面が立ち上がります。で、こちらで、最近使用したプロジェクトがあった場合は、こちらをクリックすれば出ます。で、レコーディングに特化したものとかはこちらの方に出たりとか、スコアを作る場合、で、様々なプロダクション、ブルースロックだったり、クラシックロック、ダンスだったりに合わせて、組まれたテンプレートですね。あと、マスタリング用のもの。で、一から作る場合はこちらその他。で、何もしてなければエンプティだけがある状態になります。で、僕の場合はこちらに、使うドラム音源をあらかじめ、パラアウトしてあるものですね。こちらをテンプレートとして作ってありますので、そちらを使う場合は、そちらを選択していきます。今回はエンプティで何も入ってない状態を使います。で、この場合、当初はデフォルトですと規定の場所をしようというふうになっていると思います。こちらが Cubase のあらかじめ指定されたプロジェクトフォルダになるんですが、こちらで作業していくといろんな曲のデータがそのプロジェクトフォルダに集まってしまいますので、
後で整理するのがめんどくさくなってきますので、僕はこちら、プロジェクトの場所を表示。で、こちらにチェックを入れて作成をします。そうすると、そのプロジェクトをどこのフォルダーに保存していくかというのが聞かれますので、これで適当に、自分のわかりやすいところに新しくフォルダを作ります。で、こちらに適当にわかりやすい名前で結構ですので、例えばこんな名前をつけて、このフォルダを選択してあげると、はい、こんな画面がデフォルトで立ち上がります。で、こちらの画面なんですが、この右上のここですね。ゾーンのボタン。これを、切ってしまうとゾーンが消えていったりしますので、必要な場合は全てつけてあげてください。で、使わないところに関しては切ってしまっても構わないと思います。はい。では、Cubase の設定に関してなんですが、このプロジェクトを押すと、下にプロジェクト設定というのが出ます。こちらをクリックしてあげると、このファイルの設定が出ます。で、通常ですね、ちゃんとしたデータを作る場合は40、僕は8キロで、24ビット。で、やるんですが、YouTube の動画の場合は44の16とかで少し軽めにして、やっています。この辺は、PC に余裕がある方は、もっと高い96の64ビットフロートとかで、作業してもいいかと思いますが、どんどんファイルのデータが重くなりますので、その辺は PC のパワーと相談しつつというところだと思います。その他はね、特に、そんなにいじることはないかなと思うんですが。で、それと、このスタジオですね。ここを押してあげて、スタジオの設定をします。で、ここ、オーディオシステムですね。ここをクリックしてあげると、ここのオーディオシステムのアジオドライバーというのが出ます。ここがしっかりとですね、こうやって今使っているオーディオインターフェースの、ドライバーになっているかというのを確認してください。ジェネリックというのはこれ一番、非力な感じになりますので、これだと処理が間に合わないと思います。で、僕の場合は Fireface 使ってますので、こちらの Fireface の、アジオドライバー、これを選びます。で、次に、セッティングしたいのが、ここの、オーディオシステムの下のインターフェースの名前ですね。これをクリックすると画面がこちらに切り替わります。で、ここの入力のレイテンシー、出力のレイテンシー。で、レイテンシーっていうのは、鍵盤を弾いたりとか、あとギターを入力したりした時の音の変換速度ですね。これが今、47ミリ秒かかりますよということで、これ結構一番遅い状態です。で、こちらをもしリアルタイムに、演奏したり、レコーディングしたりする場合ですね。の場合、遅いと演奏ができなくなりますので、ここを、もっと速いものにします。で、それをするためには、ここのコントロールパネルを押します。そうすると、こういう風に、これは Fireface の画面なんですが、ここのバッファーサイズ、レイテンシーとあります。こちらの数値をちっちゃいものにします。で、OK を押して、一旦リセットをします。はい、これで切り替わりました。こちらで2.7 ミリ秒。出力が 3.7 ミリ秒。これだと、ほとんど遅れを感じない状態になるかと思います。で、ただし、ここを上げることによって PC への負荷が上がりますので、PC が非力な場合は、ここが上げると、ちょっと音切れなどが発生しますので、その辺は PC のパワーと相談しながらというところになります。で、モニタリングに関しては、こちら、Fireface の場合は、Total Mix FX というこういうソフトウェアミキサーがありまして、これが非常に、便利で、いろんなね、ところの入出力をこちらで調整できますので、これだけで、直接モニタリングができるんですが、
ものによってはですね、ソフトウェアミキサーがついてこないようなインターフェース。あとは、ちょっと機能的にさほど、便利ではないものなどの場合は、先ほどのスタジオのところで、ダイレクトモニタリングですね。こちらの方を入れなければいけない場合もあります。ただし、ダイレクトモニタリングした場合は、PC の方でエフェクトをかけたりした場合は、その音が聞こえませんので、この辺は用途によってというところだと思います。では、実際に音を入れていく作業、打ち込みの作業ですね、に移っていきたいと思うんですが、ここがいろいろ立ち上げる部分になるんですね。で、こちらに、この右端ですね。こちらの方から、ものを選んでいくんですが、まず音を入れるということは楽器ですので、インストゥルメント。で、その中から、楽器の音を選びます。で、例えば、はい、こういう音源を立ち上げてみたとします。そうすると、音源、これはもうこのギター音源ですので、ギターの音が出るようになっています。で、実際にデータを入れる場合は、まず、入れる場所の範囲を、ここですね。上のところで鉛筆マークにして、横に、ドラッグしていくと、こう、範囲指定ができます。これはこれじゃなくても、例えば、ここですね、トランスポートパネルというのがあるんですが、ここに数字を、ここ今、2小節目から4小節目というふうに、入れてあげることでも範囲指定ができます。で、範囲指定をしたところをダブルクリックします。そうするとこういう箱と言われるものなんですが、出来上がります。ここが実際にデータを入れるとこですね。で、データを入れる場合、キーボードがつながっている場合は、キーボードを弾いてあげれば音が出るんですが、このキーボードなんですが、この部分ですね、インプット。ここを、自分がつないでいるキーボードの名前が出ている、もしくは、ミディインターフェースにつないでいる場合は、ミディインターフェースの名前ですね。に、つないであげます。僕は直接鍵盤を USB でつないでますので、ここにキーラボの Mark261 鍵というのが出ますので、こちらを選びます。そうすると、鍵盤でこの音源が演奏できる状態になります。ちょっと音を出してみると、はい、こういった具合に、鍵盤を弾くと音が出ます。で、もしですね、鍵盤がなくて、マウスで音を入れたいという場合はですね、こちらをこの箱の中に、データを入れていくんですが、こちら、下の画面のところを、エディターを押してあげると、こういうふうにピアノロールが出ます。で、こちらのピアノロールの方に、マウスで音を入れていってあげる。こういう感じですね。これで入れてあげることも可能です。当然上の方の箱にも連動してこういう風にデータが入っていることがわかると思います。先ほどのように、一つの音源に対して一色の音しか、出ない場合はあまり考えなくていいんですけれども、例えば付属のハリオンソニックですね。これをここに立ち上げてみます。はい。するとですね、ハリオンソニックなんかの場合は、1から16まで数字が並んでます。これは16個の楽器を1つ立ち上げるだけで使える音源というものになります。で、これの場合ですね、1個目は、こちらチャンネルが1同士になっているので、問題ないんですね。こちらに、好きな音源を入れてあげます。で、これに関しては、ここのチャンネル1で出ますので、ちゃんとですね、入力用のキーボードだったりとか、マウスでクリックしたりした場合は、ちゃんとこの1番の音色がなってくれます。で、2以降ですね、16まで、どうやって使おうかということになる場合は、ここに、はい、右クリックします。そうすると、こういうふうにミディトラックを追加というのが出てきます。
で、こちらでミディトラックを追加してあげて、適当に名前を付けてあげて、やります。で、そうするとチャンネルがここですね。2になります。で、これ違うチャンネルを使いたい場合は違う数字にしてあげて、そこと連動している場所に入れます。で、この番号なんですが、こちらの MIDI の方でさらにチャンネルを、変えることもできますので、例えば2と3の音を同じ2チャンネルで鳴らしたい場合は、こういうふうにどちらも2にしてあげれば、ここに入れたデータが、ここの音とここの音が混ざって出るというふうになります。で、その混ざり具合は、こちら。ミックスで音量だったり、鳴る位置ですね。ここが音量ですね。で、こちらが鳴る位置。右に寄せたり、左に寄せたり、真ん中で鳴らしたりというふうなことがこちらでできるようになっています。ですので、こちら今、はい。ストリングスを入れてみました。で、こちらの方は、またね、箱を作って、マウスで打ち込むこともできますし、鍵盤を弾いて、データを入れることができます。で、鍵盤を弾いてデータをリアルタイムに入れる場合ですね。その場合は、箱は作らなくても結構です。ここが録音可能状態になって、で、録音スタートボタンを押してあげると、録音がスタートしますので、それに合わせて鍵盤を演奏すると。で、その際ですね、メトロノームがあると便利ですので、こちら、メトロノーム有効化ボタンですね。こちら、これを必ず点灯させてあげると、メトロノームが鳴ってくれます。で、それに合わせて演奏をするという感じになります。ちょっと簡単に、なんか鍵盤で弾いてみますね。録音スタートはこれですね。ここのボタン、もしくはここでも結構です。あと、キーボードの点キーがある場合は、アスタリスクマークを押してあげると録音がスタートされます。はい、このようにデータが入りますので、この場合は自動的に箱ができていきますね。はい、今入力したデータ、明らかにこうずれてますよね。で、入力時に、ずれないようにするには、このオートクオンタイズボタンというのがあります。これを押しておくと、設定された位置に、自動的に揃って入力されるようになります。その設定された値っていうのがこちら、クオンタイズプリセットのところですね。ここで、4分の1ですから4分音符とか8分音符とか16分音符とかっていうのが選べます。で、そうしておけば、入力時に、ちゃんとその一番近いところに、合ってくれます。で、もう入力してしまった場合は、こちらを選択して、エディターを開いてあげると、はい、データが出ますので、こちらがですね、マウスで移動してあげると。で、移動する際に、ここのスナップですね。これをオンにしておくと、きちっとした位置に自動的にあります。で、逆に、中間に置きたい場合は、スナップを切ってあげます。そうすると、はい、どこでも好きなところに置けるようになります。で、これを一括して合わせたい場合は、選択してあげて、で、編集のところのクオンタイズという機能ですね。で、これ横に Q マークありますね。これショートカットのボタンなので、キーボードの Q ボタンを押すだけでもこれは移動してくれます。ちょっと大きめにずらしてみましょうか。はい。例えばこれぐらいずれてたものを一気に直したい場合は、選択してあげて、Q ボタンを押すと。はい。これで一番近いところにあります。ただ、一括で合わせた場合にこうやってずれちゃったりする場合もありますので、これは、またきちっと合わせたい場合は、単独で合わせてあげるというようなことをすれば、きちっとした位置に合ってくれます。
で、このエディターのところなんですけれども、今、一応、エディターを押してここを見たりとかしてるんですが、これ結構めんどくさいんですね。ですので、僕はですね、まず、環境設定ですね。編集の下のところに環境設定があります。こちらのエディターのところ、ここをクリックすると、ここですね。ダブルクリック時に、エディターをウィンドウで開く。これね、デフォルトだと下ゾーンで開くになってるんですね。で、これ使いにくいので僕は、ウィンドウで開くに変えてあります。で、そうすることでですね、ここを見たいなと思った時はもうダブルクリックしてあげます。そうすると大きいエディターウィンドウが開いてくれますので、その方が作業しやすいかなと僕は思います。はい。ということで、ちょっと長くなりすぎましたので、前編とさせていただきます。後編の方もできるだけ早くアップしますので、よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。